はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回紹介するのはフォレスティエリ02。ランナーの枚数が1234566。それでは早速組み立てていきましょう。はい、というわけでフォレスティエリ02完成しました。先に発売されている01と比べるとこんな感じです。ほとんどは共通のパーツで構成されていますが、カラーリングがね黒に変わったことでより兵器っぽさというかね、だいぶクールなイメージになっています。01と違う点については、まずは当然頭部パーツが違いますし、あとはこの胸部分のパーツ、あとはこの腰部分にね前掛けが取り付けられたのが、一番の違いじゃないかなと思います。この前掛け部分はね、当然このように取り外せるので、13ミニッツシリーズの機体はねこういった前掛けがねもともとついてる機体が少ないのでね、これを取り外してね他の機体に取り付けられるっていうのは非常にいいパーツですね。はい、付属品や装備品は01とねパーツの大部分を共有しているのでほとんど変わらないんですが、一個一個紹介していきたいと思います。はい、まずはロイロイです。カラーリングがねブラックになったことで本体であるフォレスティエリと同様に、より兵器感が増したというかね、パープルよりもねこっちのカラーリングの方が非常にかっこいい感じがします。形状の違い等はありませんね。01との違いは色の違いだけです。続いてはライフルです。ライフルもカラーリングがグレーになっただけですね。でやっぱりカラーリングが違うだけでね、他の機体へ流用しやすいというかね、グレーカラーというのはねどの機体に持たせても違和感が特にないので、このグレーのカラーリングのライフルはね非常にありがたいですね。やっぱりこうね01に持たせた時も白いライフルよりこういったねグレーのライフルの方がしっくりきますね。ランナーの都合上多分仕方ないんでしょうけど、この01の紹介の時も言ったようにね、この武器だけはねできればグレーで付属してほしかったですね。はい、続いてはビームサーベルです。01のものはクリアグリーンでしたが、今回の02はクリアブルーの頭身がついてきます。グリップ部分は、01と同様に、フォレスティエリ本体の足部分にこのようにマウントすることができて、これを取り外してエフェクトパーツを取り付けると、ビームサーベルになると。黒のボディカラーにね、クールなクリアブルーのカラーは非常に映えますね。続いてハンドパーツの紹介です。このように開いた手の形状のものが、左右付属してきて、こちらのようなね、手首に角度のついた握り手首が、右手部分のみついてきます。この手首を使えばこのように銃を正面に構えたようなポーズも取らせることができます。はい、そしてこちらは付属品というよりは余剰パーツになるんですが、肩の交換用のジョイントパーツと、こちらもねマクシオン系の機体によく付属してくる、ジョイントパーツですね。これらのパーツがありますよといった感じです。はい、というわけで最後にこのフォレスティエリ02だけで組み替えカスタマイズをしてみました。はい、まずはこちら、バックパックと、下半身部分を使った
名付けるのであれば、二脚式セントリーガンとでも名付けましょうか。この2本足で移動しつつ自動で敵を攻撃するね、無人の兵器ですね。はい。01でね普通のカスタマイズはもうやっちゃったんで、こういった感じのちょっとね風変わりな組み替えをやってみました。意外とありそうな兵器っぽくなってるんじゃないでしょうか。はい、そしてもう1体が、こちらはですね、フォレスティエリのね上半身とロイロイを組み合わせて作った何でしょうね、ゲームマスターとでも名付けましょうか。何のゲームのマスターかは知りませんけど、この不気味な雰囲気を醸し出していますね。このロイロイの特徴的なね4脚足で、何でしょう、直接戦うというよりはね情報戦を得意としていそうな機体ですね。はい、というわけでねこのフォレスティエリ02だけでもこんな感じのカスタマイズを楽しめましたよということでした。はい、というわけでフォレスティエリ02の紹介でした。先に発売されているフォレスティエリ01と構造はほぼ同じなので、説明することも少なかったんですが、個人的には01より02をおすすめしたいですね。理由はやっぱりカラーリングです。黒は今まで発売されているオプションパーツと無塗装で組み合わせても違和感がないですし、01よりもね02の方が機体自体のデザインもスタンダードな戦闘用ロボットって感じがしてとてもかっこいいです。同時発売のミリタリーウェポンセットとの相性も抜群ですし、01と02どちらがいいかと言われたら間違いなく02の方がいいですね。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。